はい、皆さん。この動画がもし五条悟が選挙を宣戦したら何かを起きるのかを紹介します。早速ですが、やりましょう。1、もし五条悟が選挙を宣戦したら、彼が外国人をとします。なぜそれをするのか。武術構成によくあることだが、戦力低下している一般人を招きたくない。例えするなら、ただの一般人の無駄なしだった。そして外国人を日本に招きに同様なのだ。言語能力低下。日本のルールをいぜ無視する。また、正当、王権。日本人にたくさんの自己主義が、などなど。もう大にだ。何？外国人が必要？労働力としてないでしょう。日本人がたくさんの無職の人がいっぱいです。そしてなぜ日本人に関しては同様の要求ばかりなのに外国人にはほとんどないのか。つまり宿側が日本人を差別しているということだ。じゃあ、それらの連中に罰を与える。大株主にも同様だ。また、それを関わっている政治家たちも同様だ。なぜのなら、低知識低道徳な外国人を日本に連れてくればかりで、日本人に害を与えたきではなく、日本人に対する外国人のイメージも大幅に損なう。さらに外国人が日本人との間の嫌悪感が大幅に高まる。そして、そのさらにの中、日本人と外国人との間のシートも発端している。それはどこが良いのでしょうか。じゃあ、工場さん、どうすれば良いのか。まず、日本に関して法則の知識がない。たとえ英一でも入国をできない仕事に関してね。もしそれを給与したら、それらに関しての政治家たち、ビジネスマンたちに相応の罰を与える。だって、それたちが日本人を殺害して、行政を合憲することをビジネスにしているじゃないのか。なあ。また、労働力が不足について、大会社が自動化を研究する国が一度彼らに補助します。そして、法治のがの美しい日本国をさらに作れる。日本国民もそれを誇られる。労働力不足問題も完全に解消する。それが一番いいのに、ではないのか。なぜ政治家たちはそれについて全くの動かない。まさかの彼たちがずっと国民たちを騙している？だって、騙した方が権力を取るぜ。騙した方がお金を取るぜ。騙した方が女を取るぜ。ねえ、これ、完全的にクズじゃないか。なあ、みんな。で、それに、第二条の主張を出すと、第二次世界大戦中に米国白人が日本人への大虐殺について絶対に許せない。強く反対して抗議する。反対します。それはただの早くにストーブだおう。君、また嘘をついてね。なんだって先生、メイクアメリカグリート、アキーンと、それ、YouTube、虎杖くん、なんだってトラトラン、トランプトランプトラブル先生、彼をいじめないでください。それはトランプさんが困りますよ。洞窟、君また人よしだな。それはいざという時に第二を担わせられないよ。それに、そのトラブルさん、君、かつて先生、メイクアメリカグリートアキーン。それ、でも全然違うですよね。お前がやっていたこと、ただのお金持ちがもっとお金持ちに。そして物価をバカに上がって、一般人の米国国民にただの相当のプレッシャーを与えるだけで。それは違いないですよね。で、また、君がいた。戦争を早く終わせるために、米国白人は日本人を大虐殺した。じゃあ、もし君たち白人がそれをやらなかったら、何が起こるの？君たち白人が日本軍隊と協力してソ連に抵抗するんだ。それによって、米国黒人の不満が大爆発するんだ。
なぜなの？彼らはすぐに自分の人間同士の権力を要求するんだ。でも彼らの人間の権力は君たち白人が認めたくない。それに比べて、日本人の兵民たちが約100万人を殺すくらいなら、君たち白人として生きる方がまだマシだ。ですよね。その後、何があった？それの原因でお前らが中国の白人兵士たちを失いたくない。だからお前ら、ソ連が中国に侵入させた。ソ連が中国の利益を得られたでしょ？で、そのせいで、中国の兵民たちがどのくらいを死んだのか、約1億だよ。米国の黒人の人間の権力を認めないために、君たち米国白人が日本人兵民たち約100万人を虐殺した。米国黒人の人間の権力を認めないために、君たち米国白人が中国人約1億兵民を虐殺した。なあ。もしそれが中国人たちに不足したら、彼らの怒りはどれほどのものなんだろうな。なあ。それが米国黒人たちに不足したら、彼らの怒りはどれほどのものなんだろうな。なあ。まだ言いたいのか。米国黒人の人間の権力を認めないため、日本の約100万人の兵民たちを虐殺した。それによって、君たちが日本軍隊と協力もできない。また自分が自国の白人兵士たちを失したくない。やがて、君たちがソ連を簡単に中国に入れさせた。そして中国の兵民たち約1億を虐殺された。ただの米国黒人の人間の権力を認めないため、おめえら白人の政治家たち、どこから正義なのか。とりあえず、第二次世界大戦中に米国白人が日本人への大虐殺について絶対に許せない。強く反対して抗議する。次、3、和平憲法を取り消す。日本が正常国になれ。なぜというのなら、それは和平憲法というのが、ただの米国白人が日本人に差別しているのだ。なあ。どの国でもその国の憲法が必ず自国の国民を作るの。なのに、日本国の憲法がほぼ米国白人の意思の下で作るの。まるで日本人が猿みたい。人間ではないみたい。まだ自分の意思すらないかのように。それは極めて日本人国民の無熟だ。そして自分の国の政治家が自分の意思で自国の憲法を作れない。それは一体どのようなクズの国だよ。もしそれらの国民が人間らしさを見せるのなら、じゃあこの国の政治家がクズです。当該国の政治家が全員、いや、全家族でみんな殺す。そういうことです。ま、俺ならできるけどな。暴力反対。マジ？本当に殺すぞ。そうだ。道場様言う通り。日本が正常国になすべき。俺がずっとそれを目指している。なのに、インド内のクズの連中がいっぱいです。何をやっている？今日は初めてからずっとその国民を侮辱している外国人憲法を強く反対しています。ずっとみんながそのを騙されているのだ。我々も豪上様のご意見を同意いたします。さすが豪上様。人が成立以来、ずっとそれを目指している。反対します。反対します。それが白人を作る憲法です。お前ら日本人が変える資格がない。は？そうすと、全家族で、全成功で。いやー、ずっとだけど、今のアメリカ人が大間違いをしている。日本憲法が当然的な差別憲法です。この憲法が日本人だけを差別しているわではなく、さらに、米国白人がこれを借りて、米国黒人をずっと差別している。俺はそれをずっと反対している。そうとも、ずっと俺らに、その正義を邪魔している。
本当に悪な政権です。本当に悪な政党です。何を言っている？スパイ、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 メイクアメリカ、グリーン、ギーン。日本は素晴らしい国だ。俺はずっとそれを思っている。日本の憲法が当然、日本人の意思で作るべき。その日本人たちにずっと舐めている、侮辱している民主と制限が最悪だ。あれがクズなのだ。日本人万歳！第二遍帝国万歳！よし、日本憲法を改正する。次、日本が核を持っていく。意義なし、すべきことだ。大国として当然果たすべき責任だったんだ。道場様の言う通り。言う通り。よし、次、5、スーツを放棄、和服を着る。意義なし、意義なし、意義なし、意義なし。で、最後。もし、東條悟が政治家になったら、彼は一体どんな提案を出すの？君がどう思っている？とも一緒に交流しましょう。